平均はいだいたいどれくらいになりますか？給与、そうですね、もでも現地採用の有給は実際に取れますよね。でも取ってなかったら会社的にやばい会社ってサワディーカー、太鼓のリサです。今回はタイ就職や海外就職を目指している方にどのようなサポートをしているのかなどなど深掘りして話を聞いていきたいと思います。それではお願いします。お願いします。お願いします。現在、コロナウイルスの状況で日本の方がタイに来て面接などとか難しい状況だと思うんですけど、実際どのような形で今は就職活動を希望の方はされてますか？そうですね、現在ですとやはり対面での面接っていうのは、日本にいらっしゃる方の場合は物理的に難しいところもございますので、できる限りオンラインで完結をするような仕組みとなっております。大体半々ぐらいですかね。と言いますのも、少し前まではロックダウンをしている状況でしたので、その際には7割ぐらいがタイ国内にいらっしゃる方向けの求人だったんですけども、最近ではワクチン2回接種された方は、隔離期間が1日1泊に、なっておりますので、日本国内に向けた方への求人も増えてきておりますので、現状半々ぐらいにはなってきております。そうなんです。今月に入ってからは、来年の3月卒業予定の方たちを10名弱ぐらい登録がありましたので、じゃあみんな準備してそうですね。職種で言いますと営業職ですとか、あとは日本の会社とタイの会社をつないでいくコーディネーターの職、例えば翻訳ですとか通訳、そういったお仕事もございます。語学に関しましては、もちろん英語力、タイ語力がなくてもお仕事ができるような職業もございますが、ほとんどの企業様で、ある程度日常会話以上を求められている企業様が多くございますね。やはり職場としまして、社内公用語が英語の場合も、現地のスタッフとの日々のやり取りも全て英語で、タイ語で。英語です。そうですよね。語学が高ければ高いほどいいかと思います。大事ですね。大事ですね。コミュニケーション取るにもやっぱ仕事を一緒にやる上で、業務だけの会話でコミュニケーション取るのって無理じゃないですか。お昼休みだったりとか休憩時間に会話したりとか喋るのってやっぱ大事だと思うので、それが結構信頼につながったりとかその人のキャラクターが分かったりとかするので、やっぱ語学は私も大事だなってすごい日々痛感してます。給与、そうですね、業界ですとか業種によっても大きく異なってはいきますが、例えば新卒の方であれば5万バーツ以上からのスタートが一般的になりまして、ネイチャークラスになりますと8万バーツから10万バーツ前後になっていきます。その方のスキルに合わせて、お給与面も保証が可能になりますね。でも結構もらえる方はもらえますよね。そうですね、夢がありますね。夢がありますね。そうですね。でも結構年齢も幅広いんですか？幅広いですね。20代から60代の方まで。そうなんですね。幅広い。そうですね。私の話で言いますと、日本国内では経験できないようなお仕事をこちらで任せてもらえるということですとか、あとは常に
ローカルのタイ人スタッフとコミュニケーションを取りながら仕事ができるといった面もとても私は魅力的に感じますし、一つの会社の中でも日本人の割合がすごく少ないと思うんですけども、そういったところで裁量権を持って大きなお仕事を任せてもらえる、やりがいなどにもつながっているかなと思います。私自身もやっぱ働いてて裁量権本当に大きいというか、自分わからないことも普通に任されるんで何みたいな、これ何みたいな、本当に毎日そういう感じで、それはある意味自分にプラスになりますし、わからないことを日々やっていくのはすごい成長につながるなっていうのは思いますね。でやっぱり文化が違って言語が違って、価値観が違う中で働くのって、大変でもあるじゃないですか、正直。言語が通じなくて、もう無理みたいな諦めそうになることも全然ありますし、それもひっくるめて簡単にはできない経験というか、誰にでもできる経験ではないと思うので、私もやっぱそういったところはすごい魅力に感じますし、自分自身メリットかなって思います。福利厚生について教えてください。はい、福利厚生ですよね。一概にはちょっとお答えが難しいところでも正直ありまして、ご応募されたい企業様の求人情報の福利厚生を確認していただきたいなと思うんですけども、例えばですね、社会保険に入っているですとか、あとはビザ、ワークパーミットを会社から支給してもらえるですとか、あとは車の送迎に関しましても、運転はご自分でお願いしますっていうところもございますが、社用車貸与の会社様もございます。中にはキャッシュレスで医療を受けられるようにしているような会社様もございますね。はい。それでは現地採用の有給は実際に取れますよね。そうですね。取れます。有給はもちろん取っていただけます。タイの法律がそのあたりですね、しっかりしているというところもありますし、もちろん有給は取っていただけるような体制は取られておりますので、そこはご安心いただければと思います。でも取ってなかったら会社的にやばい会社ってけど本当に福利厚生って大事だなって、本当働いてみて、働いてこそ実感するんで、本当に福利厚生をちゃんと見ながら、給料も見ながら会社選びをするのが大切だと思います。中には実はいらっしゃいまして、日本に住んでらっしゃる方で、旦那様がタイに赴任が決まられたので、奥様も日本でのお仕事は辞めて、またこちらで新たに何かチャレンジをしたいという方もいらっしゃいます。それいけるんですね。そうですね。知らなかった。ただ旦那様の方の福利厚生ですとか、扶養から外れてしまうといったところもありますので、そこはよく考えていただいてというところではありますが、ワークパーミットが取れるような状況でしたら、もちろんこちらもお仕事もご紹介可能になりますね。実際にあったんですか、そういうお話は。実際に何名かいらっしゃいました。ですので、もちろんお子様がいらっしゃったり、ご結婚されている方でもお仕事自体はこちらでも可能になりますので、もしご興味がございましたら、ぜひご登録お願いいたします。今回動画を撮らせていただいて、私自身お世話になったリラ公園さんでコラボできることがとても嬉しかったです。ありがとうございます。まさかできると思わなかったので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに自分が海外就職を目指してた時のことを思い出したり、懐かしい気持ちになって改めてあの時の気持ちを忘れず頑張ろうと思いましたし、この状況の中でも今働けてること、タイで働けてることをすごい忘れずに日々仕事頑張っていきたいなって思います。それでは会社の紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。リーラ公園のタイ法人では、日本国内にいらっしゃる日本人の方、もしくは、日本語ネイティブの方ですね。あとはタイ国内にいらっしゃる日本語ネイティブの方やタイ語スピーカーの方を対象に転職・就職支援のサポートも行っております。タイ就職する際に2社登録させていただいて、人材会社さんの登録を。でもその中で並行してやっていく中で、リラ公園さんがアフターケアとかも本当に
していただいて、やっぱそういうところ私は素敵だなというか、こうリラコエさんの強みというか印象を持ちまして、きほさん的にはリラコエさんの強みは何だと思いますか？リラコエの強み、いくつかあるんですけども、まず一つは数多くの求人数を保有しているといった点になりますかね。お仕事をこう探していらっしゃる方もそれぞれ皆様夢ですとか目標、あとご希望などもお考えがたくさんあるかと思いますので、一番合致するその方にとっていい求人といったご紹介をできるように常に心がけております。それに付随しまして、リラコエの YouTube チャンネルの方でも日々の生活の情報の発信ですとか、求人のありがとうございます求人の情報発信もしておりますので、そういったところも含めてリラコエの強みになるのかなと思います。他の国にも拠点がございまして、タイだけでなく他のアジアも検討されているような方たちの場合も他の拠点の求人も含めてご紹介をすることも可能になりますね。幅広い層の方たちに人材の紹介や求人のご紹介ができますので、ぜひもしよろしければリーダー公演にご登録をお願いいたしますお願いします。お願いします。なんか私自身こう海外就職、タイ就職してる中で本当に情報がなくて本当に困ったんですよ。リーダー公演はYouTube でご質問会なども実はライブ形式でしてますよね。行っていたりするので、そういったご質問も実際その生活どうなのかなとか、どういった求人が多いのかなとか、もしご質問があればそういったところでたくさん質問していただければ、詳しくもっとお答えできるかと思います。そうですね。今回実は、リラコエンさんの方の動画にもお邪魔させていただいて、そちらの方でも撮影させていただいてるので見ていただけたら嬉しいです。リサさんのたくさんの体験談がありますので、ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録の方お願いします。お願いします。それではバイバーイ。バイバイ。今回の動画いかがだったでしょうか。もしよろしければ間違えた